はい、こんばんは、ボスケです。今回紹介する商品はこちら、じゃじゃん。健康のギャラリーアイ 4x12mm です。よろしくお願いします。小さな箱ですが、早速開封したいと思います。まずはケースが入ってました。で、その次に本体ですね。ストラップ、保証書とクリーナー。これは何だろう。ラバープロテクターって書いてあります。はい、本体を開いていきます。こんな感じですね。さっきついてたラバープロテクターというのは、どうやらね、説明書を見ると、ここのね、対物レンズの方にね、くるくるっと回してはめ込んで、このようにはめ込んで使うみたいですね。あとね、ちょっとここの縁が白いので、それがコントラストに影響しないかどうかがちょっと心配なところでありますが、一応ラバープロテクターを取り付けました。はい、それではその次にストラップをつけたいと思います。このストラップ結構おしゃれですよね。単眼鏡はね、落としやすいので必ずストラップはつけることにしてます。はい、つけ終わりました。私がね、このギャラリーアイを買った理由はね、おしゃれだからです。それがね、一番の理由です。どちらかというと女性向きっていう感じもしますが、やっぱね、私、男性ではあるんですけれど、美術館とかね、クラシックのコンサートにあんまりね、ちょっとやっぱり単眼鏡、いかにも単眼鏡っていうような感じのね、道具っていうんですかね、道具を持ち歩くよりは、ファッションの一部として楽しみたいところもあるので、こういうようなね、ちょっとおしゃれな単眼鏡を使いたいなと思ってるんですよ。ところでね、私がなんで単眼鏡を買ったかっていうとね、私結構ね、オーケストラのコンサートとか行くんですけれど、まずはね、倍率が4倍っていうところがいいんですよ。ちょっと周りの景色を見えたりしていいんじゃないかなと。あともう一つポイントなのは、双眼鏡ってね、構えるとね、こうなんですよ。片手で持ってもこう。これがね、結構ね、後ろの人邪魔なんですよね。これちょっと手どかせよって思うんですよ。ただね、単眼鏡だとね、こうやって持てますよね。これだとね、後ろの人がね、気にならない。ですので、エチケット的にもこうやってね、見てあげると後ろの人がね、邪魔にならないでいいわけなんですよ。双眼鏡だとね、どうしてもね、やっぱりこうやって持ってしまいますものでね、ちょっとね、あれですよね、邪魔ですよね。例えばね、オペラグラスみたいにね、こういうね、絵がついてればこうやってね、スッと持つもんで、後ろの人が邪魔にならないでね、見た目もエレガンスなんです。こういうね、単眼鏡にもそういうね、絵とかがね、オプションになってくれるともっといいですよね。あとはね、こうやって覗きながらね、左目もね、開けるとね、視野にね、入れやすいんですね。あの子いるわ、こうやって見る。そうするとね、左で見ながらね、右目も見れるんでね、すぐにね、ポンと入ってきます。と言いながらね、コンサートの話はしておりますが、これギャラリースコープですので、もともとのね、設計の趣旨は美術品鑑賞ですね。で、その美術品鑑賞のためのスペックとして、まず重要なのがフェーズコートっていうものが施されてるってことです。フェーズコートっていうものなんですけれど、これね、実はね、ダハシプリズム式の双眼鏡ということで、この中にね、プリズムがね、2つ入っています。で、そのプリズムのね、うちの1つがダハプリズムって言って、そのプリズムはね、あまりね、工学的な高度な要求に耐えれないね、プリズムなんですね。なんでかっていうのはちょっと難しい話になるんですけれど、位相差というものが発生します。で、その位相差というものの発生を抑えるためのコーティングがフェーズコートと呼ばれるコーティングで、そのコーティングはね、最近ね、結構いろんな双眼鏡にもね、普及してきたんですけれど、1万円を超すようなものにはそういったものがもちろんついてたりはするんですけれど、このクラスではあまりなかったかと思います。それとあとね、このコーティングですね。コーティングは全てのね、レンズの面にコーティングが施されております。フルマルチコートです。これもね、重要なポイントですね。特にね、美術品鑑賞の時は非常に見え味を実感するところですので、こういうね、使用が嬉しいですね。
ただ価格が価格ですので、このね瞳の周りにねちょっとね光が見えますよね。これねちょっと周りをこうやって隠してみても、この光っていうのはね残っています。この光は BK7 プリズムを使っている時にこの現れる光です。ですのでプリズムの商材的には高いものを使われていないけどね、瞳がねご覧の通りまん丸ですよね。ですので高くない商材なんだけれど非常に丁寧に作られております。ですのでね、決してね高級品ではないんですけれど、非常に丁寧に作られているので、私はね非常に好感が持てます。価格もね安いですからね、1万円を超えないっていうのは非常にポイントが高いんじゃないかなと思います。ちなみにね、こっちが対物面でこっちが接眼面ですね。接眼レンズの方が大きいレンズを採用してます。非常にね覗きやすいですよ。対物レンズがね小さいのはね、やっぱり対物レンズを大きくしちゃうと、ちょっとね像が悪くなったり焦点深度がね浅くなったりしますので、これぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思います。ちょっとね薄暗い美術館の中ではちょっと暗さを感じるかもしれないです。ただ性能とのバランスを見て 12mm4 倍っていうのはなかなかいいスペックじゃないかなとは思います。はい、あとねアイレリーフはね長いんですがね、メガネをつけている人はここのゴム見口を曲げると。ただね、私あんまりゴム見口をね曲げる仕様っていうのはあまり好きじゃないんですね。ゴムがね劣化する原因になりますのでね、ちょっとメガネをかけてみましょう。私目が最近いいのでちょっとこれは安全メガネです。でこの状態で覗くと全視野がね見渡せないですね。ですのでメガネはね外して見ていただくことをお勧めしますが、メガネを外すとどうしてもピントが合わないっていう方はねちょっと要注意ですので、実際ね店でご覧になられた方がいいのかと思います。はい、これがね覗いた感じです。ちょっとね手ぶれがあって申し訳ないですが、非常にねシャープですよね。特に目の周りのね繊維の感じがよく出てます。あとはねちょっとカメラ越しなので見にくいかもしれないですけれど、色収差もねほとんど気になってないレベルかと思います。あとはね非常にねコントラストがいいんですよ。これ一つだけだとねちょっと比べようがないのでわからないかもしれないですが、そのコントラストの良さもやっぱりね物の作りの良さを表してるんじゃないかと思います。 BK7 ということでね、何ともちょっとくどいですけれど、瞳孔があるにもかかわらずコントラストはね非常にね高いなと感じました。実視界はね12度なんですけれど、10度ぐらいのところまではねなかなかシャープに決まってるんじゃないでしょうかね。デザインについてはね人それぞれのね好みもあると思うんですけれど、私がこのね単眼鏡を評価させていただければもうね100点です。今までにねないねファッション性を備えた単眼鏡で、美術館やクラシックにもね持っていきやすい双眼鏡だと思いますし、性能もねそれに見合った性能を持っています。それでいて価格もね非常に抑えられているということで、中のプリズムの商材とかはね価格もなりのものになってきてしまうのではありますが、フルマルチコートといいね、フェイズコートといいね、美術鑑賞のツボはねしっかり抑えられてますし、何せねこのね作りがね非常にいいです。点数を下げる理由などはありません。はい、ということでね、美術が好きな人、芸術が好きな人、この単眼鏡おすすめです。以上です。今回もご視聴ありがとうございました。